この動画は360度見渡すことができる VR 動画です。画面をドラッグしたり、スマートフォンを動かすことで周囲を見渡すことができます。動画の視聴中に体調の異変を感じた場合は、直ちに利用を中止し、回復するまで休憩してください。皆さんは古墳というものが何か知っていますか？古墳とは大きな盛り土を持つお墓のことです。今からおよそ1700年から1300年前、後に古墳時代と呼ばれるこの時期に日本列島の各地で作られました。古墳には当時の権力者や指導者が埋葬されていると考えられています。埼玉の県名発祥の地、行田市埼玉。ここには狭い範囲に大型古墳が密集する全国でも屈指の規模の古墳群があります。それが埼玉古墳群。この場所ではおよそ150年にわたり途切れることなく古墳が作り続けられました。埼玉古墳群は東西およそ500メートル、南北およそ800メートルの狭い範囲に9基の大型古墳が密集しています。そしてそのうち8基の前方後円墳がおおむね同じ方向を向いているという特徴があります。それでは埼玉古墳群の9基の古墳を上空から巡ってそれぞれの特徴を見ていきましょう。ここは埼玉古墳群北側の上空です。まず見えてきたのが稲荷山古墳です。稲荷山古墳は埼玉古墳群の中で最も北にあり、5世紀の終わり頃、埼玉古墳群で最初に作られた前方後円墳です。全長はおよそ120メートルに及びます。前方後円墳とは文字通り円、丸と方、四角が組み合わさった形をしており、上空から見ると鍵穴のように見えます。丸と四角がつながるところ、くびれている部分はくびれ部と言います。そしてくびれ部の近くの小さく張り出している部分は作り出しと呼びます。作り出しはすべての古墳にあるわけではないですが、埼玉古墳群の場合、基本的に西側のくびれ部付近に作り出しが見られます。くびれ部と作り出し、耳慣れない言葉だと思いますが、この後よく出てきますので覚えておいてくださいね。一般的に古墳の周りには堀が巡っています。堀は古墳を作るための土を取った跡であり、また人が勝手に入ってはいけないことを示す境界の役割もあったと考えられています。埼玉古墳群の場合はいずれも古墳の周りを堀が二重に巡っています。古墳の多くは古墳の主が埋葬されると同時に副葬品も収められています。この稲荷山古墳からは115の金の文字が刻まれた鉄剣が出土しました。この鉄剣は金作明鉄剣と呼ばれ、5世紀末の古代国家成立の謎を解くための超一級の資料で国宝にも指定されています。刻まれた文字は小分という人物の家系や和歌武大王に仕えたという功績について記していて、古代史を考える上で非常に貴重な資料となっています。埼玉史跡の博物館で常時展示されていますので、具体的に何が記されているか知りたい方はぜひ実物を見に来てくださいね。稲荷山古墳の隣に位置するのは丸墓山古墳です。丸墓山古墳は円墳と呼ばれる丸い形の古墳です。直径は100メートルを超え、円墳としては
全国でも最大規模を誇ります。丸墓山古墳は埼玉古墳群が密集する台地のへりに作られています。埼玉古墳群の大型古墳の中では唯一の円墳で、前方後円墳が密集している中でなぜ1基だけ円墳なのか、その理由は分かっておらず、多くの謎を残しています。この全国最大規模の円墳は頂上からの眺めも良く、戦国時代には石田三成が忍城を水攻めする際に陣を張ったとも言われています。現在駐車場から古墳へと続く道はその際に築かれた堤防の跡と言われています。いわゆる石田堤です。水攻めは結局失敗しましたが、三成はどのような光景を見つめていたのか、古墳の上でそんな想像をしてみてはいかがでしょうか。次に見えるのは将軍山古墳です。全長はおよそ90メートル。墳丘の周りには二重の堀が巡り、外堀には通路のように掘り残された箇所があります。他の前方後円墳と同様に西側には作り出しがあります。よく見ると古墳の上に土管のような形の焼き物が並べられていますね。これは円筒埴輪といって、古墳を神聖な場所として外の世界から区別するために並べられていたと考えられています。現在並べられているものは後に復元されたものですが、古墳が作られた時代の姿を想像することができますね。将軍山古墳には横穴式石室と呼ばれる埋葬施設があります。ここからは鎧や武器、馬を飾る装飾品などが多く出土しています。現在は墳丘の一部が将軍山古墳展示館として整備され、実際に中に入って復元された石室を見学することができます。この古墳の主がどのように埋葬されていたか再現されており、当時の権力者たちが死後の世界まで携えていった華やかな品々が当時の輝きそのままに復元されています。次に見えるのは埼玉古墳群のほぼ中央に位置する大きな古墳、二子山古墳です。全長はおよそ132メートル。県内で最大規模の古墳です。上空から見ても他の古墳と比べて非常に大きいことがわかります。このような巨大なお墓を作ることができた当時の技術の高さがうかがえますね。他の前方後円墳と同様に墳丘の周りを二重の堀が巡り、西側には作り出しがあります。作り出しからは特殊な土器や埴輪が出土していて、亡くなった人を葬る儀式が行われた場所だと考えられています。二子山古墳を過ぎると小さな古墳が見えてきます。こちらは愛宕山古墳です。埼玉古墳群の中では最も小さい前方後円墳ですが、発掘調査により他の古墳と同様に二重の長方形の堀が巡ることが分かっています。墳丘はまだ調査されていないため、埋葬施設や一緒に収められた副葬品は分かっていません。次に見えてきたのは瓦塚古墳です。瓦塚古墳は埼玉史跡の博物館から最も近い前方後円墳です。埼玉古墳群の特徴である長方形に巡る二重の堀や西側の作り出しが見られますね。発掘調査によりこの古墳の上や周りにはさまざまな埴輪が並べられていたことが分かっています。特に西側の中庭の上には人物や家、水鳥、盾などさまざまな埴輪が並んでいたようです。これらの埴輪たちは
亡くなった人を葬る儀式を再現したり、葬られた人が持っていた富や権力をアピールしたりするために置かれたと考えられています。河原塚古墳を過ぎると見えてきたのは鉄砲山古墳です。鉄砲山古墳は埼玉古墳群の中で3番目の大きさです。これまでの発掘調査により、後円部に横穴式石室を持つことや、他の古墳とは異なり一部に30目の堀を持つ可能性などが明らかになっています。墳丘西側のくびれ部を見てください。小さく張り出した部分がありますね。これは他の古墳にある作り出しではなく、江戸時代にこの地域を治めていたお師範が角場と呼ばれる砲術練習場にするために作り変えたものです。この場所からは鉄砲玉が数多く出土しています。次に進みましょう。鉄砲山古墳に隣接したこの古墳は奥の山古墳です。他の古墳と同様に堀が二重に巡っていますが、北西側の堀の一部は後から作られた鉄砲山古墳と重なっています。2つの古墳が非常に密接して作られていたことがわかりますね。墳丘西側の作り出しからは埴輪や土器の破片が大量に出土しており、全国的にも出土例が少ない珍しい末木の子持ち壺も出土しています。いよいよ最後の古墳が近づいてきました。埼玉古墳群の南の端に位置する9基目の古墳は中野山古墳です。中野山古墳は全国的に前方後円墳があまり作られなくなった6世紀の終わりから7世紀初め頃に作られました。埼玉古墳群では最後に作られた前方後円墳です。全長はおよそ79メートル。発掘調査により二重の堀を持つことが分かっていて、ここでも末室埴輪壺と呼ばれる関東の古墳では他に例がない珍しい遺物が見つかっています。いかがでしたか？上空から古墳群を観察することで埼玉古墳群の特徴がよく見えましたね。作り出しの位置や地形の分析から埼玉古墳群は西側から見られることを意識して作られたという説が有力です。埼玉古墳群は出土した遺物を含めて古墳時代における王権との関わりや地域支配の在り方を研究する上で欠かせない遺跡です。このような歴史的な重要性や50年以上にわたる保存活動が認められ、2020年3月には埼玉県内では初となる国の特別史跡に指定されました。古墳から出土した遺物は埼玉古墳公園内にある埼玉史跡の博物館で常時展示しています。今回ご紹介したのは埼玉古墳群の魅力のほんの一部に過ぎません。この動画を見て興味を持った方はぜひ埼玉古墳群埼玉史跡の博物館に遊びに来てください。